どうもペロンです。今回も R タイプファイナル2のおすすめの機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 22R9WF スイートメモリーズですね。スイートメモリーズは R9A の派生シリーズの機体で唯一爆発系の波動砲を搭載している試験管キャノピーの最終機ですね。黒い噂の絶えない R タイプの機体の中で唯一パイロットの脳波だけでなく生命エネルギーを消費すると明言している機体となっており、試験管キャノピーの完成形としてまさに狂気の権化というべき機体に仕上がっています。他の試験管キャノピーの機体と同様にスタンダードフォース H 式が採用されており、レーザーの火力と扱いやすさは非常に優秀だと思います。赤の対空レーザー H は威力と攻撃範囲に優れたハニカム構造のレーザーを発射します。ラウンドビットから発射されるレーザーもサイズが大きめで、スタンダードフォース下位などに比べると追加ダメージを与えやすいところもいいところだと思います。なお破壊力は申し分ないですが、弾速が若干遅いところはデメリットと言えるかもしれませんね。まあそれでも困る場面はほとんどないので、基本的には扱いやすくて強力なレーザーとなっています。青のサーチレーザー H は追尾型のハニカム構造のレーザーを斜め方向に2本発射します。こちらも高い破壊力を持っていますが、弾速が若干遅いので、レーザーの回転効率を落とさないために離れた距離から攻撃しないように注意する必要がありますね。自動追尾型のサーチレーザー H は対空レーザー H とは違った意味で攻撃範囲が広いため、状況に応じて使い分けてあげるといいと思います。黄色のパーティカルレーザー H は上下にハニカム構造のレーザーを発射します。破壊力はそれなりにあるんですが、それを発揮するにはフォースをめり込ませるか、フォースの上下に至近距離でバイドがいる必要があるため、優秀な赤と青レーザーを差し置いて積極的に使いたいレーザーではないですね。軌道もジグザグに進むため地形などにぶつかって消えやすいので注意した方がいいと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、左右に少し間隔を空けて上下に弾を打ち出す仕様となっていて、火力が分散するため硬いバイドは得意ではありませんが、雑魚処理に使う場面では打ち漏らしが少ない弾幕の壁として優秀なフォースショットですね。ミサイルは爆雷、誘爆ミサイル、追尾ミサイルの3種類から選ぶことができます。戦いやすさを重視するなら追尾ミサイルでいいと思いますが、ミサイルは好みで選んでください。搭載されている幻影波動砲は2段階のチャージが可能で、 R9A の派生型の機体では珍しい爆発系の波動砲となっていて、圧縮炸裂波動砲と同じくらいの破壊力を持っています。試験管キャノピーの機体の中で最も癖がなく扱いやすい波動砲となっており、パイロットの生命力を消費して撃っている狂気の産物といえる波動砲ですが、実際の破壊力は他の波動砲で代用可能な範囲でしかないため、このために使い潰されるパイロットたちはさぞ無念なことでしょう。爆発時に映し出される幻影はパイロットの悪夢だという説もあり、パイロットたちの苦しみを表現している波動砲だと思うと楽しくて仕方がないですよね。ほとんど気がつかないレベルで映し出される幻影はチャージの段階によって違う幻影に変化する演出がされており、個人的にかなり気に入っているポイントです。スイートメモリーズはその甘い響きとは対照的な狂気に満ちた機体ですが、非常に扱いやすく強力な幻影波動砲と優秀なフォースを搭載している機体なので、消耗品であるパイロットのことは気にせず気の赴くままこのスイートメモリーズで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。